あなたの夢の狭間にキュン、まだにじゃねえぞ。狭間だにねねです。初めてこの挨拶使った。今回はですね、皆さんにフェチに関する、質問を、募集させていただいたので、本当にありがとうございます。こちらの、返答をしていきたいと思います。それでは行く。狭間だにねねチャンネル。まず1件目の、ご質問です。今までの動画とかにねねさんはだいたい捕食者側だけど被食者になったら誰、それとも何に丸飲みされたいですか？私は、こんな感じでなりでやってるんですけど、実はかなりのオタクで、しかもオタク女子の中の夢女子っていう、人物で、丸飲みされるとしたら、私ハンターハンターのミルキー・ゾルディック君が大好きなので、彼のもちもちの口の中に食べられてお腹の中に入りたいですね。あとそれ以外だとなんか神聖的なすごい美しいドラゴンとかに丸飲みされたいですよね。喉が長い感じのスッとしたなんか髪の毛とか長い感じのにされたいですね。一回ね、私個人の方のコミッションで自分が捕食者で、被食者の方の、受け役も自分でするっていうのをさせていただいたんですけども、かなり楽しいので、もう抵抗しまくってる受け役の人ともやったことあるし、喜んで中に入っていく子もやったことあるんですけど、いいですよね。喜んでなんかうっとりしてやっていく子とか、これからどんどん出していきたいと思うんで、ちょっと一人二役で恥ずかしいんですけど、受け役のボイスも増やしていけたらなと思います。2件目です。ねねちゃんにとって口の中で一番エッチなパーツは何ですか？ところで僕はのどちんこが大好きです。丸飲みされる前にねねちゃんののどちんこを抱きしめたいです。ありがとうございます。私も喉のお肉でギュッと締め返したいと思います。そうですね、口の中で私が絵を描く時とかに一番凝ってるのは舌です。舌と、その次にのどちんことかかな。下がすごいやっぱ神秘的で、表も裏もなんか綺麗じゃないですか、下って。そこがエッチだなーって思います。あと、最近絵を描いてて目覚めたのは、歯の歯肉とかももっと書き込んでいけたらなと思います。ご質問ありがとうございました。3件目、ねねさんの好きなゆり作品は何ですか？これね、私あんまりゆり作品をたしなんだことがなくて、だいたいその二次創作とか、昔高校生の時によくメロンブックスさんとかで個人の方のゆり作品とか買って、当時のお友達が好きだったので交換して読んだりしてたんですけど、ゆり作品ってなるとなんだろう、ゆり作品って言われてパッと思いつかないかも。これは言っていいのかな。二次創作のカップリングなんですけど、私獣フレンズのサーカバちゃんとかすごい好きですね。あとやっぱ夢女子ってそういうキャラクターに恋するんですけど、全然私女の子に恋したりしますし、一回ちょっとエッチな絵描かせていただいた稲妻イレブンのベータちゃんとかも個人的に好きで、あのなんだろう、ゆり夢っていうんですけど、そういうのも見たりしますね。もしおすすめのゆり作品とかあったら教えてください。勉強していきます。ご質問ありがとうございました。次のご質問ですね。小人の味に一番合わせる料理は何ですか？これはね、迷いますね。小人自体はやっぱそれの素材の良さがあるじゃないですか。でもねねが合わせるならクリームかな。ご質問ありがとうございました。次は海外の方ですね。Thank you. Can you show the inside of your mouth? I want to see ねねちゃんず待って、英語弱々だからわかんない。ちょっと一旦翻訳しますね。ねね、口の中を見せていただけますか？ねねちゃんの口の中の蓋さんのを見たいということで、私、見えますかね？これ自分でモデリングしたんだけど、見えないかも。ソーリー。ちょっと待ってね。I'll draw it next time. Sorry. Thank you. 次の質問ですね。次のご質問ですね。丸飲みのどこが好きですか？丸飲みはね、
人体なんだろう、その外から見て、その内臓、普段秘められてる内臓の中で、その外に出てる内臓っていうのがその口とか、他にもいろいろ鼻腔とかあるんですけど、あと女性器とかあるんですけど、その中に入っていく神秘的なところが好きですね。私本当にペーペーでいろんな性癖をぶっちゃけ私今度描きたいなって思ってるのが肥満化だったりして肥満化とかなんかケモ化とかも描きたいなって思ってて、大体何でもいけるんで、その中の一つみたいな感じなんですけど、でロゴママがすごい押してくれたんで興味があってこの会話に入ったんですけど、やっぱその神秘的な感じと、もし消化されるんだったらその人の一部になってしまうっていう背徳感が好きですね。はい、ミーハーですいませんご質問ありがとうございました。次のご質問ですね。最近天を貫く小袖が描ける普通サイズの自創作カップに目覚めたものです。その系統とは全く関係ないボカロのイラストからインスピレーションを得たのがきっかけなのですが、ねねさんは自分の性癖に目覚めたきっかけは何でしょうか？すごいですね。創作カップルすごい見せてほしい。興味があるいいですよね。私名前出しちゃっていいのかな。なんだったっけ、私ボカロの未来線っていう曲がすごい好きで、あれのイラストとかもすごい好きでなんですけど、自分の性癖に目覚めたきっかけ自体はよくお話しさせていただいてるんですけど、私の狭間谷ねねっていう名前とロゴとオリジナル曲を作ってくれたママさんがいらっしゃいまして、そのママさんとお友達なんですけどがすごいもうサイズフェチの師匠みたいな感じで、その人が教えてくださって、それだったら書いてみたいなって思ったらハマっちゃいましたね。それ以外のいろんな性癖に目覚めたきっかけはやっぱりその根本にあるのがその夢女子っていうコンテンツで、この好きなキャラクターに〇〇されたいとか〇〇されたいって思ってるうちに目覚めたことが多いかなと思います。ご質問ありがとうございました。創作カップル寝るの頑張ってください。応援してます。次のご質問ですね。小人を食べるとき足から口に入れる、それとも頭から、どっちが一番好き？これね、私絵で描くときはもう頭から入れちゃってるんですけど、足から入れる方がその小人に恐怖を与えるんだったら足から入れた方がいいんじゃないかなって思いますね。もちろん閉じた口からバタバタ足を出してるのもすごい好きですね。ご質問ありがとうございました。次のご質問ですね。ゲップとサイズフェチです。あなたのフェチを教えてください。あなたが見たことあるフェチで奇妙だと思うもの、理解できないものは何ですか？またゲップフェチについてどう思いますか？ゲップね、お腹満たされたっていう感じですごいいいんじゃないですか。私もよく需要があるのかわからないんですけど、ぜひゲップを追加してほしいとか言われるんですけど、ちょっとまだ恥ずかしいかなって思う部分があって、ちょっとまだ抵抗があるんですけど、ごめんなさい、ちょっと猫ちゃんが猫ちゃんが泣いちゃった。私のフェチフェチ好きなタイプはやっぱ肌が白くて黒髪で髪の毛が前に分かれてて、目がちょっとつり目で目つきが悪い感じ、あと声フェチかなって思うんですよね。好きな声優さんの話とかまたしたいですけど、でエッチなフェチな方だと何が好きなんだろう。ちょっと正直恥ずかしいんですけど言っちゃうと、ちょっと無理やりされるのとかされてるのとかはちょっとグッときちゃいますね。理解できないフェチ、私実は前まで下の方大スカの方があんまり無理だったんですけど、いざ書いてみたら演じてみたら全然大丈夫だったんで、あとどうしても理解できないのは大体いけるな。大体いけますねご質問ありがとうございました。次の質問ですね。好きな食べ物は何ですか？すごい普通の質問ですね。小人ですっていうのは建前で、他は私甘いものが大好きです。フルーツとかも好きだし、ケーキが大好きで、ケーキとマカロンとか、本当にこういう可愛い子ぶってるわけじゃなくて本当に大好きで太っちゃうんですよね。
もう今必死に腹筋60回とストレッチを毎日するようにしてますちょっと東京遠征で太っちゃったご質問ありがとうございます。小人をこれからもパクパクしていきます。次のご質問ですね。ねねさん側から見て丸飲みフェチの以下の出演に対してどっちが好み、何が好き、または演技していて楽しい、しっくりくるとかありますか？理由を添えて聞きたいです。小人を食べる、巨大化して普通サイズの人間を食べる。どうだろう。この前出したボイスではお嬢様の子が巨大化するっていうやつだったんですけど、なんだろう、私は小人を食べる方が好きかな。なんか普通の私と変わらない人間なのに、人間の女の子が隠れて、大々的にその世界観として小人を食べる世界観だとして食べてるでもいいんですけど、隠れて小人をちょっとつまんで食べちゃったりしてるっていう背徳感が好きかもしれないですで、次ですね。被食者に対して胃のサイズ感はどれくらいが好き？そうですね、私がいつも絵の中で描いてるのは、実はあれ食道とかあたりを想定してて、ちょっと引き締められてる感じが好きなのでキュッキュッて描いてるんですけど、胃はですね、大きい方がいいかも。大きくてポチャンって落ちてる感じがいいですよね。またここもいろいろ分かれるとこがあって、胃の胃酸でその対象の小人が傷んで苦しむのか、それとも胃の中は心地よいものなのかとか、すごいここも分岐点があって面白いフェチだなって思ってます。です。食後食前の胃、そうだな、でもやっぱ食後の方が良くないですか？食後で君のために胃の中の環境を整えといたんだよとか言われたらちょっとキュンとしませんか？非食補食の男女の組み合わせ、複数の組み合わせ OK。 やっぱりどうだろう、女性も好きなんですけどね、やっぱ食べる側が女の子で飲み込まれる側が男の子の方がやっぱ、だってちょっとバンされないか心配なんですけど、口の中が気持ちよくて男の子が出しちゃうものを出しちゃうっていうのがちょっと可愛いなと思って好きなんですよね獣被食者の場合、その種族、そうですね、やっぱ最近ドラゴンネネちゃんをここにちょっと出そうかな、ドラゴンネネちゃんを描いたんですけど、ドラゴンとかも可愛いなと思うし、獣でモフモフしてるのもいいし、やっぱ人外もいいですよね。私人魚の女の子に丸飲みされるのを描きたいなとずっと思ってて、人魚の子だったら腹ぼこも下半身が魚なのでまたちょっと変わってくるじゃないですか、がいいかなと思って。次ですね、食べるシチュエーションはどうだろう。もう小人側が食べてって懇願するのもいいし、嫌がってるのを食べるのもいいし、本当に私はいろいろいけちゃう人なので、もしよければ宣伝なんですけど、コミッションやご依頼お待ちしてます。あなたのフェチを教えてください。ありがとうございました。次のご質問ですね。体内会議とかも行けたりするんですかね。こちらはですね、実は私がデビューしたての頃の絵で一回描いたことはあります。まだ本当これバンされない？怖いんだけど子宮の中までの描写はないんですけど、女の子が中に入れちゃうっていうのは書いたりしたんで全然いけますね。中にしまっちゃって最悪産み直しとかも書けるんじゃないかな。私ちょっと今手一杯なんですけど、いつか書きたいなって思うシチュエーションがいっぱいあってですね、頑張っていきます。全然いけます。そういう私よく参考にさせていただくときに一回他の方のサイズフェチのボイスとか音声とか聞かせていただいたりするんですけど、本当に実際挿入されてやってる方とか本当すごいですよね。私今機材関係が弱々で、私実は100均のマイクで撮ってるんですだから本当に臨場感あるやつを撮れなくて申し訳ないです。一回マイクを買ったんですけど、このパソコンつなげるところが1個しかなくて、ちょっとパソコン詳しい方いたら教えてください。申し訳ないです。言い訳タイムで質問ありがとうございました。で、最後のご質問ですね。ねねちゃんのお腹の中に住みたい。どうすればこの夢を叶えられますか？もう全然私はウェルカムなので、今日もお口を開けて待ってるので来てくれていいですよただ私のはちょっとお腹キュルキュルになっちゃったり、ちょっと食後のトレーニングしたりするんでちょっと揺れちゃうかもしれないですけど、お待ちしてます。てなわけで今回のフェチ質問タイムは
終了です。ちょっと長々としてしまって申し訳ありませんでした。今回募集させていただいて送ってくださった方、いろいろ動画などを拡散していただいている方、いつもありがとうございます。動画の投稿頻度とかちょっと遅くて申し訳ないですけども、これからもぜひよければ応援していただけると嬉しいです。ありがとうございました。バイバーイ。